これから日本を訪れる予定の外国人の方、必見の内容です。今回は今後、高市早苗首相が提唱している外国人政策の厳格化、そして北村春夫議員弁護士が提唱している外国人政策への内容、それらをお話しいたします。今まで日本は甘すぎた。今後はかなり厳しくなります。まずはこちらをご覧ください。警察でも通訳の手配が間に合わないから、逮捕はしても勾留期間が来てですね、不起訴にせざるを得ないとかよく聞きます。これっておかしいですよね。不公平じゃありませんか。日本人は我慢強いですから、みんなぐっと言葉を飲み込んでますよ。私は外国人との穏やかな、お互いに思いやりを持って生きられる付き合い方はどうすればできるんか、一遍ゼロベースで考えるつもりです。毎年毎年、私たちと文化や何もかもがあんまりにも違う人たちをまとめて入れていくと、その政策は一旦考え直さなあきません。経済的な動機でやってきて難民を主張する人、きちんとお帰りをいただきます。また不法滞在の人たちにも厳格に法律を守っていただきます。そのために必要な、例えば入国警備官のような法執行のフロントラインを担う方々に私は心からの敬意を払います。高市早苗首相は外国人との共生を前提としつつも、日本の法律やルール、伝統、文化を尊重することを強く求めています。主な方針としては、厳格な対応とルールの尊重、不法滞在や不正、一部の外国人による違法行為に対しては、厳格に対処する方針を示しています。国民が不安や不公平を感じないよう、ルールの逸脱には配慮が必要であると述べています。次に、外国人の適正な就業、将来の労働力不足を見据えつつ、法令にのっとった適正な就業の形を検討していくとしています。そして、相互理解と尊重、外国人が日本の伝統や文化を尊重することを基本としつつ、日本人も海外へ行く際は現地のルールを守るべきだという相互の尊重を重視しています。そして、高市早苗首相は、日本の法律やルールを守らないケースに対しては、非常に厳しい姿勢を示しています。不法滞在、不正への厳格な対応について、不法滞在の人たちには厳格に法律を守っていただく。経済的な動機で入国し、難民を主張する人にはきちんとお帰りいただくと明言しています。次に、法の執行の重視、警察の通訳不足などで勾留期限が来て釈放されてしまうような不公平な現状を問題視しており、入国警備官などの法執行の最前線を強化する考えを示しています。次に、相互尊重の原則、日本の伝統や文化を尊重することを求めており、例えば、奈良の鹿を虐待するような行為に対しては、日本のルールを無視する行き過ぎた行為として厳しく言及しています。また、在留帰化要件の検討、首相としての看板政策の一つとして、在留資格の取得要件の厳格化や帰化、日本国籍取得要件の延長などを含む基本方針の策定を進める姿勢を見せています。これらの発言は単なる排外主義ではなく、ルールに基づいた公正な社会を作るための厳格化であると説明しております。次に、日本保守党の弁護士であり議員でもある北村春夫氏が提唱している外国人政策についてご覧ください。今後、日本はこういった方向性へ舵を切っていくように思われてなりません。また、これは至極当然のことと思われます。中国人留学生、これ国費で留学してくる、中国の国費で留学してくる人、これは共産党に絶対の忠誠を誓う秘密の、誓約書を書かされている。しかもですね、国に残してきた家族、それから国に残してきた自分を推薦してくれた大学の恩師、この人たちが連帯責任を負わされているので、まあ 100% に近いですね。共産党の言うことに逆らえない人たちです、この留学生は。
逆らわないということは、日本の技術を、先端技術を盗む。研究結果を盗む。盗んでこいと言われたらもうやらざるを得ない人たち。これスパイの予備軍ですね。スパイそのものでもあるかもしれない。スパイ予備軍であると。加えて、こういう人たちには学問の自由はありません。学問の自由がない人を留学生として受け入れる。こんなことしてていいんですかっていうことですね。それについて日本の大学は全く問題意識ゼロのように見えますから、本当はあるかもしれないけどね。でも多分ゼロでしょう。ゼロに見えます。なので文科省などはきちんとこれを指導すべきじゃないかっていう話と、そもそも入管当局としては、そんな誓約書を書いている留学生は、留学生としての在留許可を与えるべきじゃないんじゃないかということを質問しました。1989年の天安門事件以降、中国共産党がね、中国国内でこれ1万人以上殺したとも言われています。これイギリスの報道によれば、戦車でもって、機関銃でもって中国人民をですね、1万人以上殺したと。とんでもない国ですね、これね。はい。で、と言われているこの事件。でも、中国の人は今、若い人はもう全くこの事件のことを知りません。報道統制されていますからね。1989年の6月4日に起きた事件なんで、64と言われてますけど、64と書いた時点で即バンされますからね。はい。学校ではもちろん教えません。そして教えていることは何かというと、それで失ってしまった中国共産党の正当性、統治の正当性が完全に失われてしまったんで、それを回復するために何をしたかというと、とんでもない反日教育をしているわけです。これは教科書で行っているだけじゃなくて、反日プロパガンダも行われている。36年間、とんでもない反日教育を行っています。で、反日教育の中でですね、例えば、教科書読本、教科書同本っていうのかな。はい。中国では、日本でもそうですけど、日本で言ったら多分指導教本ですね。教師がこれに基づいて教科書を教えなさい。っていう指導本があるんですよ。受ける暴行を記した本文を真剣に生徒に熟読させて、生徒をして日本帝国主義に対する深い恨みを植え付けよって言ってるわけです。満州事変についてはどう言ってるかというと、ビデオなどで直感に訴える教育を強化せよ。授業に臨むときには、教師自身が日本帝国主義を心より恨み、憂国、憂民の感情、つまり国を憂え、民を憂えうる、そういう感情を心に持って指導せよ、と言ってるわけです。これ何意味してるかというと、もうわかりますよね。反日の思想とそういう感情ですね。それを子供たちの頭と心に植え付けなさいと。こういうふうに言って反日教育を行っているわけです。で、そういう国で育った人たちがですよ、日本に来たら、それは日本の鹿を蹴っ飛ばすのは当たり前だし、中国人がもともとマナーが悪いっていう話じゃなくて、そういう教育を受けてれば、日本の何かを壊したいという衝動に駆られるのは当たり前ですよね。だから日本の神社仏閣を傷つけたり、落書きをしたり、あるいは日本のホテルに来て、今から日本の資源を枯渇させますと言って水道を出しっぱなしにさせる。こんな中国人が出てくるのはこれ中国共産党の教育のせいなんですよ。で、そういう教育を受けた人を帰化させる。これはもうめちゃくちゃ慎重にされなきゃいけない。ということですよね。で、そのことを質問しました。帰化行政についてですね。そして、一回帰化させた人であっても、これはどこの国の人でも一緒ですが、一回帰化させた人でも、実は日本に対してものすごい悪い感情を持っていて、日本を破壊したいと考えているとか、あるいは働かないとか、働く気が全然ないとか、あるいは働いても納税する気がないとか、そういうこと、つまり帰化させなきゃよかったよねっていうことが分かる場合には、これを帰化取り消しする制度をすぐに作るべきだということを質問しました。これについては高市市長はおそらくいずれも賛同していただいて、その方向に動いてくれる、すでに動いているようにも見えますよね。中国はメインエネミーなんですよね。はい。対中国政策さえ間違えなければ、当分の間日本は
日本として存続していけるというふうに言って間違いないぐらいですね。もちろん外国人政策の中ではイスラム原理主義者を絶対入れてはいけない、これもありますけどね。外国人犯罪者、不起訴処分になった人、あるいは罰金刑になった人、そういう人たちで国外退去させた方がいいっていう人絶対いるでしょうと。これ相当いるはずだと。なぜならば監禁誘拐などの罪に問われて不起訴処分になって、その後殺人未遂を犯した外国人がいたんですよ。そんなこといっぱいありそうなんですよね。なので確認すると、拘禁刑に処せられた場合に初めて国外退去を処分できるけれども、犯罪を犯したから直ちに国外退去できるわけではないということなので、それは絶対変えた方がいいでしょうと。どう変えるかというと、不起訴処分にするにあたっては警察の捜査資料とか検察の判断とかいろいろあるわけで、捜査資料があります。この中にですね、例えばですよ、これは警察官とか検察官のこの人間やっぱり日本の治安にとってちょっとまずいので国外退去させた方がいいと思いますよという意見があれば、これを入管に送ると、そういう連携すると、情報を連携するという制度を作って、そして入管の側で判断して国外退去させると、日本の治安を悪化させる、そういう恐れのある人間はもう残らず退去させるということをしなきゃいけないんじゃないかと思って言ってるんですね。これ言うと、例えば弁護士の中では、いやいや無罪推定の原則を知らないのかと、不起訴処分になった人は有罪になったわけじゃないんだから、そんな不利益な処分をしてはいけないんだというふうに言う人がいるかもしれない。いやいやちょっと待ってくださいと。これ入管業務っていうのは刑事手続きの中の無罪推定の話は関係ありませんよと。なぜならば、例えば A さんが日本に入ってこようとするときに、なんかやばそうだなこいつと、例えばの話、どう見てもヤクザだよね、入れ墨バッチリしてるよね。例えばアメリカの立場に立って日本人のヤクザがアメリカに入国しようとしたとき、これ日本で言えばこれ完全なヤクザだよねと。っていう人、罪を犯した犯してないに関わらず、これも入国拒否すべきなんですよ。そういうもんなんです。これは国際常識です。はい。厳格な手続きでもって犯罪を犯したというふうに認定されなければ国外退去できないなんていうのは、これはもう話になりませんと。これは日本の治安を軽視しすぎですよって話です。今回の動画はいかがでしたでしょうか。北村春夫議員、弁護士の主な主張は、帰化の厳格化、日本国籍を取得する際の審査をより厳しくすべきであると主張しています。特に日本の伝統や文化を尊重しない者、あるいは日本の国益に反する行動を取る可能性のある者に対する懸念を表明しています。不法滞在者への対処について、法を守らない外国人や難民申請を悪用して不当に滞在を続けるケースに対し、法に基づいた迅速かつ厳格な送還対処が必要であると述べています。強制の前提条件としては、外国人との共生を否定するのではなく、日本のルールを守ること、それを絶対的な前提条件として掲げています。もし今回の動画が良かったと思ったら、ぜひチャンネル登録、いいね、よろしくお願いいたします。コメントもいただけましたら、とても励みになります。では、また次回の動画でお会いしましょう。